が外れちゃった。ということで、今までの私が過去に作ったベーグルの映像を見ていただけたらわかると思うんだけど、ベーグル自体は私めっちゃ好きで、お店で売ってるようなベーグルがお家で食べられたらいいなって思って作り始めてハマってたんだけど、成功する時もあれば失敗しちゃうこともどうしてもあって、毎回成功できるくらいにはベーグル作り上手くなりたいなって思ってるところです。なので今日はこれからまたベーグルを作っていきます。で、今日作るのがちょうどお家にリンゴがあったので、リンゴのベーグルを作ろうと思ってます。見てるレシピが冷蔵庫発酵で本格シナモンリンゴとクリームチーズのベーグルっていうレシピでも、今回クリームチーズがないのでクリームチーズなしのベーグルを作っていきます。レシピは概要欄に貼っておきますね。まずリンゴを1/2カットする。リンゴの皮むきはピーラーでいつも剥いてます。ちょっと傷み始めちゃってるから今日中に食べちゃわないと。もしクリームチーズが家にあるって方はクリームチーズ入りで作ってみてください。残り半分のリンゴは夜に食べるのでブレスンシールで包んでおきます。で、リンゴをカットする。切ったリンゴにお砂糖大さじ1、シナモンパウダーも入れる。レモン汁、混ぜる。これを混ぜたら600ワットで2分レンチンします。シナモンの香りがめっちゃいい香り。レンジで2分温めたので常温で置いておきます。そしたら次は必要な材料の計量。強力粉を 300g。 最近強力粉はこれを使ってます。強力小麦粉っていうもの。この強力粉1キロ入ってるんだけど、しょっちゅう使うからすぐになくなりそう。私がよく作るバナナパウンドケーキもこの強力粉を使うんですよ。お砂糖も入れます。ぬるま湯も作っておかないといけなかった。塩 5g。美味しいお塩も入れようか。ドライイーストは分量を測っておいてホームベーカリーにセットしておきます。この豆皿に測って入れます。レシピ通りならローストくるみも入れるんだけど、くるみもないからお湯だけ注ぎます。お湯じゃない、ぬるま湯。じゃあホームベーカリーにセットします。こんな感じで膨らみました。明日の朝まで発酵させます。
翌日の朝になりました。昨日の 1.5 倍くらいには膨らみました。こんな感じ。スケッパーを使って6等分に分けていきます。20分休ませます。20分経ちました。これとこれ大きさが違う。綺麗に形成できたのもあれば、もうすでに失敗しそうな子もいますが、これで1時間くらいまた2次発酵させます。片面30秒ずつくらい茹でます。焼けました。なんか思ったよりもうまくできた。生地を形成してる時にちょっとこれとかもう崩れちゃいそうだったんだけど、真ん中に大きな穴が開いたくらいでめっちゃ美味しそう。でちょうどね、中のリンゴのフィリングが見えるんですよ。いい感じにできましたね。やっぱ一晩置くといい生地になってるのかな。ってことでコーヒーと一緒にいただきます。中見てみよう。わあ、アップルシナモンが入ってる。これクリームチーズ入れたら絶対美味しいですね。いただきます。熱々のうちに。焼きたてパンめちゃくちゃ美味しい。また近いうちにベーグル作ろうと思うんだけど、また別のレシピで作るのもいいかも。その時はもっと綺麗に形成できるように頑張りたいです。本日もご視聴いただきありがとうございました。